大丈夫？いや、絶対ダメです。絶対ダメだよね。アイコン Z 男子候補生たちが集まる週末合宿。この日は異様な緊張感に包まれていた。いつものレッスン場には皆さんお疲れ様です。3人のプロデューサーたちの姿が。今日は各グループの課題曲の中間チェックをいたします。この日行われるのは課題曲の振り付けダンス中間チェック。ボーカルやラップはなし。仮歌シンガーの歌う音源に乗せてダンスパフォーマンスだけを披露する。そしてパフォーマンス終了後にはプロデューサー陣によってグループの暫定ランキングが発表されることに。このランキングは3週間後に控えた4次審査に向けてグループの現在地を知る手がかりとなる。3週間後、ダンスに歌とラップを合わせたパフォーマンスをしていただきます。4次審査です。4次審査を通過できるのは3グループのみです。つまり1グループ落選いたします。4次審査で最下位のグループはその場でオーディション脱落が決定するという。今回の振り付けダンス中間チェックはいわば4次審査の結果を占う前哨戦。最下位のグループは現時点で脱落に最も近いことを意味する。せーの、いくぞ！果たしてダンスパフォーマンスで力を見せつけるのはどのグループなのか。振り付けダンス中間チェック、いよいよスタート。振り付けダンス中間チェック1組目はクルーナーズ。クルーナーズは歌唱力の評価が高いメンバーが集められたボーカルグループ。歌に自信がある反面、ダンスはというとなんと6人中3人が初心者同然。ダンス自慢が揃う候補生の中で実力差は歴然としていた。今回求められるのはミドルテンポの曲ならではのハイレベルなダンス力。5して右左胸をチャカチャカチャチャ重いイエーイ。はいはい、なんかさ、こういうのってチームダンスだからさ、なんか踊らされてる、動かされてるっていう風に見えちゃうのが一番もったいないから。あとやっぱ見せれる感じにはなってないからめっちゃ練習してほしい。よし、どうだろう、そこまで持っていけそうかな。持ってきます。いや、頑張るしかないよな。ダンス初心者の一人がギレルネ。3次審査合格後オーディションに専念するためトラック運転手の仕事を辞めダンスレッスンを始めたばかりだ。いや、やばいです。みんなの人生がかかってると思うので、音聞くだけで勝手に体が動くような風にしとかないとまずいなと思いました。看護学校を辞めてオーディションに挑んでいる靴野ひろとも同じくダンス初心者。経済的な理由でこれまでレッスンを受けることができずダンス歴はわずか1ヶ月。やっぱ他の人と比べたらやっぱり経験が浅くてやっぱ悪目立ちっていうかちょっと悪く映っちゃったりする
こともあるので、そうですね、みんなに引きを取らないようにちょっと頑張っていきたいです。さらにダンス歴半年の石川浩太。経験者は難なくこなす動きがなかなか飲み込めない。惜しいです、惜しいです。何が違う？これ最後は違う。チャもうそこなんだよ。チャあ、もうちょっと待って。せーの。チャこっからがね、チャだけど。あれ？まずまたできなくなった。チャ。まずこれが世に出てもう大丈夫なのかっていうのを自分の中の理想とやっぱその今見ている現実のちょっと複雑な気持ちがありました。このままだと本当に考えたくない結果が出てしまうので。ダンスの評価が高い遠藤翼や反松健介が初心者メンバーにアドバイスを続けた。多分この中やったらダンス歴長い方14年やってるんで、みんなのカバーできたらなと思ってるんで、もっと良くしないとやっぱステージに立つレベルではないので。仲間の思いに応えるようにギレルメたちも1日8時間以上に及ぶ自主練習。他のグループに比べて平均年齢の高いクルーナーズ。学校を辞め仕事を辞めそれぞれの人生をかけて挑むメンバーたち。僕はこのオーディションに全力を注ぐため看護の専門学校を退学してきました。これがこのオーディションにかける僕の今の気持ちです。もう本気で仕事を辞める決意をして本気でオーディションに挑もうかなと思って今日で辞めました。残された数少ないチャンス。クルーナーズはダンス未経験という大きな壁に立ち向かった。そしていよいよ本番。果たしてクルーナーズのパフォーマンスは？
果たしてプロデューサーたちの反応は？びっくり。やばい。ありがとうございます。正直今ヒロさんもおっしゃってましたけども、びっくりした。めちゃくちゃびっくりしました。すごいすごい。はい。正直このクルーナーズというグループはどちらかというと歌専門といいますか、それぞれの歌唱力を評価されて集められたグループでもあったんですけども、あえてこのしっかりとパフォーマンスをつけさせていただいた理由としては、この短期間でどれだけ皆さんが吸収できて成長できるかっていうレベルも見させていただきたかったなっていう意味で、その中でここまで仕上げてきたというのを皆さんのね本気度が今日伝わりました。はい。いや本当正直びっくりするぐらい、全く踊れなかった子がここまでやれるんだって思ったんですけど、今のパフォーマンスでは正直まだプロとしては全然まだまだ足りてないかもしれないんだけど、やっぱ努力ですごいこう目に見えて伝わってくるし嬉しくなりました。はい。引き続き頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーやばいな。いやーやばいわ。やべえ。超力んだよ。俺もうミスったかミスってないかとか覚えてないわ。なんかここしかもこれやる前なんかこうなってたじゃないですか。いやみんなよく頑張りましたよ、本当に。びっくりしたわ、一番嬉しいね。驚いた。努力してるんだなって言われた時ちょっと泣きそうになっちゃった。めっちゃ努力して頑張りましたよ。果たしてクルーナーズの順位は？2組目は、では続きまして2番目のグループリルリーグお願いします。リルリーグです。よろしくお願いします。お願いします。中学生が4人、高校生が3人からなるリルリーグ。年齢も体格もバラバラなメンバーで構成されたグループだ。リルリーグに与えられた課題曲「ローラーコースター」は元気いっぱいのアップテンポなナンバー。そのダンスで求められたのは、楽しみながら自分が楽しいって気持ちで踊れば、それが見てる人にも伝わるから、やっぱそういう気持ちの面をすごいみんなに大事にして踊ってほしいです。見る者に弾けるような楽しさを伝えること。そのためには自分たちが心から楽しんでパフォーマンスすることが重要だという。しかし緊張しないでいいよ。楽しんで、自分のなんて気持ちは結構楽しんでる感じで踊ってみて。それぞれの人生を左右するオーディション。純粋に楽しんで踊ることは決して簡単ではない。曲って結構すごい雰囲気が大事だと思うから、こうやってみんなで踊ってる時にすごい大事にしてほしいのはチーム感が出る感じ。そう、雰囲気を大事にしてください。鍵となるのはいかにグループのムードを良くして楽しい雰囲気を生み出せるか。しかし年齢も個性もバラバラな7人。顔を揃えるのも週末だけ。限られた時間の中でどうすればいいのか。そこで彼らが取った方法は、みんなの夢を一回聞きたいです。夢。じゃあまずシンプルに、ちっちゃい時に、EXILE さんのライブに見に行って、でそこでめっちゃ踊ってたらしい。その自然と自分も EXILE さんになりたいみたいになっていって、ずっと今 EXILE さんを追いかけてる感じで夢を持っています。
ぱり若い頃からめっちゃそのマイケル・ジャクソンとか見て、最初はなんかこんな有意義な生活したいやって最初はこんな大人になりたいみたいな感じから始まってのやっていけダンスとかやってたらこのダンスで職業をしたいとにかくおしゃべりをしてお互いを知ること。パスワードを知ってるよな、はい、携帯何知ってんの教えたんですよ。僕のなんか普通ダンスコンテストとかで見た時にめっちゃ仲いいチームってやっぱりめっちゃいい作品ができるんですよ。なんかやっぱりなんか不利じゃない一体感っていうのがあって、そのアイコンタクトもそうですし表情とかも一人が違うんじゃなくてどっちも絶対共通してるんですよ。その楽しんでるんやろなっていう感情とかその表現がいっぱい一致してるんで。会話が増えるにつれダンスでのコミュニケーションも活発になっていく。さっき言ったんですけどアイコンタクトみんなだったあれをなんかダンス内で消すんじゃなくてそれが入ってくるとかですか、もうあそこから目合わせながら入ったりとかでもいいなみたいな。アイコンタクトをしっかりその大事にしてできるところを探してもっと見合わせて一回通してこうできるなみたいなところを探すんです。ミーティングでも年齢の壁を越えて意見が飛び交う。なんかアイコンタクトすると自然にやった方がいいです。なんか今作業みたいになってくるんで頑張って楽しめるようになるんですよ。でも言うからさバーンってやるとこもさ抜いてないよみんな。なんかあれですよ、やったらいいみたいな作業頑張りすぎてる。一つ一つにこうっていう決めつけてるから、その動きだけっていうの考えながらやってると思う。そして中間チェック当日、自分信じていくよ。はい、いくぜ。頑張るぞ。あえてこのグループ審査にしっかりとパフォーマンスをしていただいてチーム一丸となって元気いっぱいの楽しさを追求してきたリルリーグ。果たしてそのパフォーマンスとは。さあプロデューサーたちの反応は。いいね。上がる。元気出てきた。元気出ますね。お疲れ様でした。
もう本当にこっちが笑顔になりました。特にねこう年配組の年配っつっても17歳ですけども中村君と岩城君がやっぱり一番年上でどちらかというと3次の審査までは結構クールなイメージだったんだけど、やっぱり一番少年になってるというか、なんかすごく表情とかも良くて、でこれからの課題としては自分たちでマイクを持ってパフォーマンスしますので、そうなった時にどういうバランスでノリを入れていくかとか、また課題が出てくると思うんですけども、もう超ハッピーになったし、イエーイなりました。もう本当にみんなの頑張りがすごい伝わって、すごいポテンシャルみんなあると思うので楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかやっぱ全員楽しんでくれたからやっぱすごいあれだな。面白かった。踊り終わった後、元気になったって言ったしてながらだった。めっちゃ嬉しかった。だってさ、お辞儀した時にさ、よっしゃっつって。果たしてリルリーグの順位は？セナ君と